今日は、ブレアのかりんちゃんに来てもらってます。かりんちゃんはですね、ホステスさんとしては確かね当店が2軒目だったという話は聞いてるんですけども、あんまりねなんか女の子とプライベートでね話したことなくて、ほとんど席で一緒になった時だけ話すので、今日はねいろいろかりんちゃんの持ってる話を聞いてみたいと思います。今日は、かりんちゃんに来てもらいました。かりんちゃんは、今ブレアどれぐらいだったっけ？1年ちょっとですね。1年ちょっと。はい。でお店は何軒目だったっけ？お店は今2軒目ですね。2軒目。はい。その前は銀座？六本木？六本木です。大学生の時に単位取り終わっちゃって、暇だったんでクラブで働いてました。その時は、はい、何ヶ月ぐらいとか？6ヶ月とか7ヶ月ぐらいしか働いてなかったんですけど、じゃあもうほとんどブレアが、今一番長く働いてるお店。はい。ということで今かりんちゃんねブレアですごく頑張ってくれてるんですけど、なんかよくインスタグラムとかのね DM とかで、たくさんいただくのはなんかどうやったら、お客さん受けしますかとか、でどうやったらなんだろうなこうママに呼んでもらえますかとか、もうほんといろんな DM が来て、よく質問箱するんで、でねもう私もママになってねもう6年ぐらい経つんですけど、もう結構忘れちゃってね昔の気持ちをはい昔の気持ちを、どんどん忘れていってるので、今日は今現役のねかりんちゃんにちょっといろいろ聞いてみたいなと思っております。お客様に、例えば今までね、同伴とかアフターとか、誘ったり誘われたりとかいっぱいあったと思うんですけど、同伴ってお店に入る前にねお食事するじゃないですか。それで今までなんか面白かった人とか困った同伴とかなんかそういうのあります？面白かった同伴はなんか当日にご飯の約束をまずしてたんですよ。だけどなんかサプライズでディズニーに連れて行かれて、ディズニーにちょっと待って、待ち合わせは何時だ？その前にサプライズになんないよね。ディズニー待ち合わせじゃないんですよ。そうなの？タクシーで拾うからみたいな感じで。何時に？3時ぐらいでしたね。でもかなり早いよね。早いんです。普通の同伴6時とか6時半とか。今日はどこにご飯に行くのかなと思って、3時ですよだって午後の。ちょっとそれ一回断らなかったんですか？じゃあ3時は私ちょっとその日用事あってとか言わなくて。言わなかったです。ご飯約束してたんで。めっちゃプロだね。私よく断るよ。3時できれば6時半からとかめちゃくちゃ1日長いじゃない。3時だったらだって3時でしょ。拘束時間お店9時までに入るとして6時間。6時間ぐらいディズニー楽しんで。でそのお客さんはかりんちゃんがディズニーランドが好きって知ってて行ったのか、なんかそのなんだろうサプライズとも俺が行きたいから行くみたいな、どういう系だったの？なんか私ディズニー大好きって言ってたんですよ、席でお話ししてる時に。そしたらたまたま本当にサプライズで3時に迎えに行くねって言われて、そのままディズニーに連れて行かれてキャーってなりました。じゃあそれ嬉しかったよね。嬉しいよね。すごい。私もし逆に3時でディズニーだったらマジでやばいってちょっと今日一日長いやつやみたいな、アフターあったら12時間の仕事みたいな。そうですよね。ちょっと普通の人は多分こっちだけど、でも好きだからよかったよね。キャピキャピして遊んでました。でその後じゃあ3時だと大体4時前に着くよね。そうです。もうチケットとかも買ってくれててって感じ。もう全部予約されてて。でもその後ご飯はディズニーで食べ歩きして、そのままお店に行きました。アトラクションは何時ぐらい結構何個か乗れた？3、4個ぐらい乗れましたね。すごいな。でなんかプレゼントもすごい買ってくださって、園内でいろいろもう至れり尽くせりで。そうなんですよ。今そのプレゼントたちどこに行っちゃったのかなと。家の中に探したらあるんじゃないかめっちゃすごいな。すごかったんですよね。私も実はディズニー同伴多分2回ぐらいしたことあって、1回か2回あるんだけど、私あんまディズニーそこまでなんかファンじゃなくて、普通の人ね、普通でなんか地方のお客さんだったのね、名古屋だったかな、でディズニー行こうって言われて、で一瞬考えるよね。待ってディズニーって何時からなのって朝からもしかして行くのかなと思ってけどその日仕事もちろんあるでしょ、朝から行ったらさ平日すごいことになるじゃん。もうクタクタじゃん、夜働くの。だからそのお客さんにはどうしてもディズニー
私も行きたいんだけど4時からにしないって言って4時になんかディズニーランドの前で待ち合わせして、で6時に出て銀座で7時にご飯食べて入る。めっちゃハードじゃないですか。乗り物1個しか乗ってないのその中園内バーッと歩いて乗り物1個だけでなんかもう時間ないし帰ろうみたいななんか私はディズニーランドに行ってもねお客さんも楽しめないんでかりんちゃんを誘う方がいいと思います誘ってくださいめっちゃすごいな、それすごいな。すごかったんですよ。アフターとかはなんか変わったアフターとかこんなんあったよ。まあアフターって基本、はい、夜働いたことない人はじゃあ何するのって全然知らない人も多くて、例えばねカラオケに行く一番多いかな、カラオケね。そうですね、はい。それカラオケボックスとか、サパーっていうねはい、男の子のお店とか、あとオカマとかねいろいろあって、であとはご飯屋に行くとかね、お寿司つまみに行こうとかありますね、うどん食べようとかで、あとはバーに行く。バーは少ないかな、ちょっと口説きっぽい感じもするし。そうですね、はい。なんか今まで面白いアフターありました？アフターで面白いことですか？もう困ったアフターでもちょっとこんなアフターあって困ったよとか。マッサージ？マッサージこれでもみんな経験するんじゃない？言う人いるよね。絶対いる。なんかペントハウスのオリスパ行こうだよねあーみたいなちょっと下心あるよね。ありますよね。てか下心 65% ぐらいだね70あるなんか全然いいんですけど、なんか店員さんがいなくなってからそうだよね、裸で2人でいるのってなんかちょっと着替えとかあるしね。なんか脱ぐ時になんかコソコソしたらなんか俺のこと信用しないのみたいな必ず言う人いるじゃないこれ絶対みんななんか同じパターンだよね。そうなんですよ。でお風呂とかもあるじゃないですか。あるね、ペンタハウスは。先に入ってくださいって、何一緒に入らないの？いる、そういう人いるいや、そういうわけじゃないです。そうなんか別にあれみたいな、お風呂はどうぞ先に。先に後から入る。なんでさお客さんとさ酔っ払ってるお客さんとお風呂に一緒に入るんだっていう。そうなんですよね。私はあわよくばっていうか、多分お客さんもね、かりんちゃんだけじゃなくいろんな人に言ってると思うの、はい、多分10人とかね、はい、10人いたら1人か2人は成功してるはずなの。そういうことなのよそうなんですよ、ね、成功体験があるわけよ。言ったら女の子も推しに親子はね一緒にお風呂入ってくれるなとか、はい、ちょっとなんだろう、お着替えとかも別になんかちらっと見えてよかったなみたいな成功体験があるからとりあえずアフターに気に入った子はオリスパン誘ってみる人がいると思う、でも実際はさ別にそういうちゃんとしたお店じゃない？そうですね、だからオリスパもさなんか多分ちょっと迷惑だよねこういうイメージつくじゃん。なんかカップルでオリスパ行ったよとかお客さんとアフターでオリスパ行ったよってなるとなんだろうな、なんか実際何もないのに割となんかちょっとそういうなんかお客さんだったのかなみたいな色眼鏡の話に、見られることもね少なくないかなと思います、いやこれ結構お店にとってはちょっとねイメージなんだよねそうですねでも実際あるのはあるんで、あったこともあるみたいな。そうではですね、じゃ休日に、じゃ例えばねお客さんに、かりんちゃんちょっと出かけようよって言われたら、どうしてますかっていう。休日たまに誘われることがあるんですけど、その時はなんか例えば何々さんとすごく一緒に行きたかったんですけど、今日はちょっと実家に帰らなきゃいけなくてまた次回お誘いいただけたら嬉しいなって。次回もちゃんとつなげる感じにね、うまい具合に嫌われないように、そうだよねやってますね。で結構さなんか、本当のガチ口説きのお客さんがいたとして、じゃあ毎週土曜日誘われてね、4週間ぐらい誘われたらさもう断る言い方なくなってくるじゃん、実家も行った、なんか犬も入院したそれはでなんか私習い事始めたこともあって、やったことないけど料理教室通ってますみたいな、ちょっと土日忙しいみたいなね、そういうこと言ったりとか別にこう言ったりとか通った体でもいいんですけど、でもさ毎週言ってくる人がいたらもう本当大変じゃない？そうですね。なんかうまくこう、毎週誘われないように、そうだね、先に自分の予定を言っちゃいます。先にね、もうなんか私今週末、友達とじゃあどこどこ行ってくるんだよねとか先に言っとくとかね、ナイトプール行っちゃうんですよとか、あとは今月でしたらこの日しか空いてないんですよって、前もってね、その人の予定を見て、もう埋まってるとこ
いいと思う。そうやってね上手にやっていくのも、ホステスさんの腕なんで、はい、だから結構さなんか詰められて女の子が病む子いるでしょ。いますね。もうなんだろうな、そういうなんだろう、この子だったらいけるっていうか推しが弱い子ね。でお客さんに誘われて、じゃあなんだろう、行きたくもないなんかそのじゃあ休みの日休日使って、はい、どっかドライブ行ったりとか日帰り温泉行ったりとか、結構これ病むパターンじゃない？なんかやみますね、結構でなんかね1週間に1回だけどいろんな人に言われたら結局なんか土日全部埋まっちゃうみたいな。埋まっちゃいますね。その中でもランキングをつけて、こうちゃんと、今週はこの人とか、来週はすごい同伴いっぱいしてくれたお客様としか行かないって決めれば、そうだよね。なんか誰でも受けちゃうと体1個だから大変大変ですね。例えばお店に貢献してくれてる自分に貢献度が高い人、そうです同伴協力してくれるとか、あとなんかシャンパンとかね、必ず来た時にシャンパンをいただける人とか、貢献度の高さによって、時間をこう分散させなきゃ、例えば3ヶ月も4ヶ月も空いてるのにいきなりご飯行こうよ休みの日とか言われたらちょっといけないですね。ぶっ飛ばすぞみたいなわかりますおいみたいなもうこんなテンションで言ってません。家ではもっと怒ってますよこのニコニコ言ってないから家では確かにはい、じゃあそういうことで嫌なことはね、じゃあ上手に断るのも大事っていうことだよね。そうですね。気分を悪くなさらないように。そうね、やっぱお客さんの顔を立てながらしないと、そうです。面と向かってなんかもうすごい断ってね、お客さんもなんか俺だから断ってんのみたいになると、なんか今まで努力してきたことが水の泡になるじゃない。お店も来ないとか、なんかかりんちゃんが否定する人もいるだろうしね。それは良くないよね。最後にですね、仕事で、心がけてることを伺えたらと思います。心がけてることは、やはりお客様を楽しませることですね。喋りだったりとか、その席の雰囲気を全体的に見て、この人はこうした方がいいとか、この人はそんなにグイグイいっちゃダメだなとか思ったらいかないですし、本当席ついてパッパッパッって見て判断してます。そうだね、お客さんのタイプは見極めないとね。そうです。だからね、なんか同伴とか、予約とかね、なかなか取れなくて仕事ができないって悩んでるホステスさん世の中にすごく多いので、どうしたらいいと思います？なんか無理に同伴を誘ったりとかは絶対しない方がいいと思うんですよ。お客様の予定もあるので、なんでいらっしゃった時にさりげなく、次いつ空いてますかって質問して手帳を出させるんですよ。私それ聞いたことあるなんかご飯行こうよって言って「おいいね」とかちょっとお客さんが社交辞令で言うとかりんちゃんは裏から手帳取ってくるそうです手帳取っていつ空いてますかってそう詰めるんだよね。もうそこで予定を決定しちゃうと、それっても超大事だから、その場で決めちゃいます。そうだよね。私もその場で決める派だったから、昔そうやってお客さんが「じゃあ来週も」とかって言って「じゃあいつ来ますか?」みたいな「じゃあそこですね」みたいな、お客さんの手帳を奪って勝手に「ここなんか空いてる、ここ空白」とか「これ誰?」みたいな「これじゃあ会社の人、じゃあこの後は」とか空いてるところになんか名前を書いて名前がまずい時は丸しといてとか言われたりするこれみんなが見るから丸しといてとかあとはイニシャルで B とかそう大丈夫、それはできる人はねたくましい、強いわはい、ということでじゃあ今日はこの辺でありがとうございます。